皆さんこんにちは、ルークです。今回の動画は日本人をバカにしてきた経歴を持っているエムバペが大好きなアルバニア人と対決します。これまでの戦いではクロスゲースカット、週刊スカット、J リーグスカットなど様々なスカットで対決してきたんですけど、今回は日本対アルバニアの代表縛りスカットで対戦していきたいと思っています。J リーグスカットで勝った時にはお前のプレーは子供だとか俺の方が強いと言われてしまったので、日本代表とアルバニア代表で直接対決して日本人は強いと言わせるのが最終目標です。相手がアルバニアのスカットを作ってくれるか全くわからないんですけど、メッセージでお願いしていきます。それではやり取りを見ていきましょう。アルバニア人から突然メッセージが来ました。お金をくれませんかと言われています。でもね、いきなり金銭の要求は良くないと思うので、日本人の強さを認めてくれないから嫌だよと言ったらね、中国人を尊敬してるよと返信が来ました。なんで中国人が登場するんだよと思ったけど、確かアルバニアの歴史では中国といい関係を築いていたはずなので、アルバニア人にとって中国という存在は大きいのかもしれないですね。それでね、もう一度改めて聞いてみることにしました。日本人は強いと言ってくれませんかと送りました。これで日本人は強いと言ってくれたらお金あげます。数分経過するとアルバニア人から返信が来ました。アルバニアの方が強いって言われましたね。この37歳アルバニア人は手強いですね。でも僕も諦めないです。そろそろ代表スカットの戦いを提案します。アルバニア人のチームを作ってほしい。僕の日本と君のアルバニアで対決しませんかと送りました。そのメッセージに対しては不可能と言われたけど、アルバニアのユーロでの活躍は素晴らしかった。不可能なのはなぜですかと送ってみたら、試してくると言ってくれましたね。でもね、アルバニア人の GP が少なかったら実現できないので、GP はどのくらい持ってますかと聞きました。それに対してアルバニア人から返信が来たんですけど、1ミリオン持ってると言っています。100万 GP あれば簡単に揃えられると思うので、それなら用意できるよと送りましたね。そうだねと返信が来たので、チームを作ってきてとお願いしました。20分くらい待っていたら準備ができた。でも総合値が70から74だ。レベルアップができない。レベルトレーニングが必要と言っています。レベル上げしないとさすがにかわいそうだし、レベルトレーニングが足りないですかと聞きました。そのメッセージに対しては1万のトレーニングを36個持ってる。心配しなくていい試合をしようと言われました。僕はレベル上げが終わったら教えてと言って完成したチームを見せてほしい。楽しみに待ってるとメッセージしましたね。そして見てとメッセージが来たのでついに完成したみたいです。フレンドリストからスカットを確認するとアルバニアスカットが完成しています。用意してくれてありがとうと伝えました。アルバニア人が用意してくれると正直思わなかったので、心の底から感謝してます。試合する準備できたと言われているので戦っていこうと思ったら1時間半待ってくれと言われました。普通に10時間が経過しました。ユーロがやってたからギリギリ許容ですけど、ずっと待ってたので睡眠不足です。試合は明日しますかと確認のメッセージしたので少し仮眠を取ろうと思ったんですけど、返信がすぐに来てイエスと言われました。なんかね、アルバニア人に振り回されすぎて結構しんどくなってきました。ちなみに日本とアルバニアの時差は8時間です。日本が午前9時ならアルバニアは深夜1時です。アルバニア人と対戦するイコール夜更かしなので、時間の約束を破られてしまうと結構きついんですよね。僕は10時間遅れると言われたら10時間待てるし、3日遅れると言われれば3日待てるけど、1時間半待ってと言われて10時間経過するのはさすがの僕でも許容できないです。僕の親友もかなりの遅刻魔なんですけど、遅れる時間の申告が正確だからね、全然何とも思わないし許せるんですけど、申告をミスる人は信用を失うので皆さんも気をつけてください。どれだけ遅れてもいいから申告の時間は正確にした方がいいです。これは人生の中で生きてきますので皆さん覚えてください。とりあえず少し仮眠を取ってから活動します。今日は睡眠不足の中、外に出かけてたんですけど、アルバニア人からメッセージが来てました。何らかの方法でお金を稼ぎたい。オンラインでお金を稼ぐ方法を教えてくれ。このような内容でメッセージが来ました。そして怪しさマックスの URL まで送ってくれましたね。これについては呆れてしまったので、これは何ですかと質問してみました。これに参加してくれと言われています。確認するまでもなく詐欺なので、これ詐欺だからやめた方がいいよと言いました。そしたら、そうなの知らなかったと来ました。アルバニアという国はね、ヨーロッパの北朝鮮と言われている国で、絶対近づかない方がいいと言われる国の一つなんですけど、鎖国が長かったという歴史もあって、国民全体の金融リテラシーがかなり低くて、ネズミ講で多くの人が財産を失って国が破綻しかけたという歴史もあります。今の時代も詐欺には気づけなくて横行してるのかもしれないですね。だからね、僕は提案をすることにしました。君が僕に勝つことができたらお金をプレゼントするよ。このようにメッセージしました。それに対してアルバニア人はありがとう、
今すぐくれ、一日中試合をしようという反応を見せています。こんなに興奮している37歳アルバニア人を初めて見ました。僕に勝ったらプレゼントするから落ち着いてくれますか、このように返信したんですけど、アルバニア人は今すぐくれしか言わなかったです。この後も同じやり取りを何時間も続けました。さすがに省略します。どうやって送金するんですかと聞かれていますね。海外の方に送金するときはペイパルが便利なので、ペイパルを使っているのかの確認と、もしペイパル使っていなかったらプリペイドのコードを送るよと言いました。それに対しては、いいね、ペイパルを持ってるよ、いくらくれるのという質問が来ました。僕が金額を提示しても面白くないので、君はどのくらい欲しいのと質問返ししたら、300ドルがいいとメッセージが来ました。日本円で5万円弱ぐらいですかね。この37歳アルバニア人の使い道が気になったので、300ドルを手に入れたら何に使うのと聞きました。その質問に対しては、父親のために使うと言っています。父親のためって何ですかね。もっと詳しく教えてほしいとお願いしたら、父親は癌なんだ、彼に薬を買ってあげたい、このように話しています。この話が事実であるなら素晴らしい人間なので、自分のためには使わないんですかと聞いたら、半分は自分に半分は父親にと言っていて、500ドル送ってくれたら嬉しいと言い始めました。500ドルは8万円くらいなんですけど、この試合の勝敗に限らずプレゼントをしようかな。僕もアルバニア人との動画を載せてるし、 YouTube の収益の一部は受け取って欲しかったので妥当な価格だと思ってます。最後にアルバニア人の給料事情を知りたかったので、君の月の給料はどのくらいですかと質問したら1000ドルという回答が来ました。日本人にとっての1000ドルは大したことないけど、アルバニア人で月1000ドル稼ぐのは結構稼いでる方だと思います。何の仕事してるのか気になったので聞きました。インストラクターだそうです。何のインストラクターか聞いたらフィットネスと言っています。確かにね、先日いきなり自撮りが送られてきたんですけど、たくましい体をしているなとは思ったんですよ。彼の自撮り画像を公開しようと思ったんですけど、肖像権を侵害するのは避けたいのでやめておきます。 YouTube で見せたいくらいですけどね。そろそろ戦う準備もできたと思うので、対戦できる時は教えてと言いました。今できるよとメッセージが来たので、ついに日本対アルバニアで戦います。楽しんで試合しようと伝えたら、まず送金しろと言ってきました。このやりとり200回は言ってないと思うけど、100回以上は確実にやってます。日本対アルバニアの対戦のお礼として勝敗に限らずプレゼントするんですけど、建前で僕に勝ったらプレゼントするよと伝えました。そしたらね、 YouTube だと確実にバンされる暴言に暴言を重ねた音声メッセージが届きました。皆さんに聞かせてあげたいんですけど、 P 入れないとダメなレベルの内容です。もし聞きたい人が多かったら何らかの方法で公開しようかなと思います。この37歳アルバニア人と初めて対決した時から暴言というものはたくさんあったし、動画に載せられないような発言もあったんですけど、お金って人を狂わせるのかもしれないですね。お金をプレゼントするとか言わなきゃよかったかもね。急いですぐに試合をしようと伝えたし、悪口を言うのは良くないよ、お願いだから落ち着いてほしいと伝えました。このメッセージに対してアルバニア人は英語ではないメッセージをしてきました。僕は英語だったらわかるんですけど、明らかに英語じゃなかったので Google 先生に聞いてみたら、アルバニア語のスラングだそうです。直訳すると消えろバカ野郎という意味みたいです。しかもね、ブロックされました。僕からメッセージはもうできないです。これはかなりショックですよね。日本対アルバニアで戦えると思ったけどうまくいかなかったですね。視聴者の方も楽しみにしてたと思うし、僕も楽しみだったので通常スカットを用意したし、アルバニア人との対戦のために睡眠時間を削って起き続けていた時間が報われなかったと思うと、さらに悲しい気持ちです。やっぱり一番はね、視聴者の皆さんに謝罪したいです。日本対アルバニアの試合を届けられず本当に申し訳ないです。もうこれでアルバニア人の方とは一生戦うことはないと思うんですけど、この動画から人間として大事な何かを各々で感じ取ってもらえたら嬉しいですね。最後に一つ皆さんに教えたいなと思うことは、いい人か悪い人かを判断するときは、いいことに目を向けるのではなく、悪いことをしないかで判断するのが大事です。いい人というのは悪いことをしない人ですからね。根はいい人という便利な言葉があるけど、人間はどんな人でも優しい一面を持ってるし、全員根はいい人なんです。だからね、もう一度言いますけど、いい人は悪いことをしない人です。悪いことをしてしまう人はどれだけいい一面を持っていてもいい人ではないことを覚えてほしいです。これを身につけると人を見る目が格段にアップするし、感情に左右されずに判断できます。きっと人生で生きてくるので覚えてください。メッセージのやり取りだけで長い動画になってしまったんですけど、どうか許してほしいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。